はい、どうもこんにちは、ゆかりです。というわけでですね、なんか前回アップした簡単なルームツアー動画、ちょっとポケモンのぬいぐるみを多めに映した動画がですね、思いのほか伸びておりまして、私は大変びっくりしてるんですけども、なんだ、そういうのも載せてよかったんだと思って、だったらもう私服好きでいろいろ服もいっぱい買ってきましたし、実は最近ポケモンのぬいぐるみもちょくちょくいろいろ集めてるので、じゃあなんかそのあたりを中心にご紹介していこうかなっていうのが本日の動画でございます。ので本日は私の趣味の話というか、本当に偏愛的なお話になるかなと思っておりまして、まずはですね、ちょっとこのお洋服の話に入る前に、私の最近のクローゼットからお話ししていきたいなと思っておりまして、で、こちらが今の私のメインクローゼットですね。もうここにたどり着くまでにめちゃめちゃ断捨離を繰り返しておりまして、というのも私年間数百万くらい服飾に費やす人で、買っては増え断捨離しては増えをめちゃめちゃ繰り返していたんですけども、最近はですね、もうクローゼットもうパワポで物を管理したりとか、言語化してから買うとか、例えばお洋服も好きとかときめきだけで買ってるとどんどん増えるので、そうじゃなくて、この服がなぜ必要かとかまで自分の中で言語化して買うようにはしておりまして、で、ようやく本当に自分の好きしかないクローゼットにたどり着いておりまして、でもですね、ちょっと気に入ったものに出会うと、思わず色違いを買ってしまうということを私はよく繰り返しておりまして、今年の春も、なんと、ちょっと久しぶりにベージュのジャケットを買いまして、このですね、刺繍がめちゃめちゃ美しくて、で、しかもこの腰に紐がついているので、ちょっとオーバーサイズなんですけど、絞って着ることができる、このデザインにめっちゃいいなと思って、すごい気に入っちゃったんですよね。そう、すごい気に入っちゃったんですよね。だから、うっかり色違いが増えてしまったりとかしておりまして、こんな感じで私結構黒と白とか明るめのお洋服とダークトーンの色とか、そういうちょっと色違いで思わず買ってしまうっていうことをですね、よくしてしまうぐらいオタクというか、本当に買ってしまうんですけども、いや、これも黒と白で揃えておりますからね。というぐらい、私意外と物が少なく見えるクローゼット、一応年間35着目指しているので、少なく見えるとは思うんですけど、実はこういう色違いで買うという偏愛ぶりを発揮しておりまして、という感じのクローゼットだったりもしてるんですよね。で、このカーディガンも実は色違いです。みたいな感じで、私本当に気に入るものができると、どうしても色違いで揃えたくなっちゃうんですよね。で、それ以外にも私がめちゃめちゃ欲しくなるもののポイントがいくつかあるんですけど、このクローゼットの中とかだと、例えばこういうコート。これはバーバリーのコートなんですけど、一見普通というか、スタンダードなシンプルなコートに見えると思うんですけど、実はですね、中を開くと、めちゃめちゃですね、縫製が綺麗で、すっごいしっかりした作りなんですよね。ポケットも何箇所かあったりして、これ結構固めの生地なんですけど、めちゃめちゃしっかり縫われていて、これ生地自体がポリエステルで、私も雨の日にテンションの上がるコートとして買おうかな、ちょっと安くなってるし、と思って気になってて、この裏を開いてみたら、このしっかりした作りにときめきを感じて買ってしまった服とか、そういう観点だと、こういうマックスマーラのコートとかも、やっぱりめちゃめちゃ仕立てが良くて、クローゼットに長く置いておきたいなと思ってしまうんですよね。もちろんユニクロとかでもね、私たくさん買っていますけども、ずっとクローゼットに置きたい、めでたいってなってくると、こういう例えば作りのしっかりした仕立ての良いものとかは、もうクローゼット開いて毎日眺めたいぐらい好きなんですよね。で、そういう意味だと、私本当にこのバッグも大変偏愛しておりまして、
これはロエベのパズルバッグですね。これは本当に初めて店舗で見た時に、もうどうやって作ってるんだろうっていう感覚になって、革製品でこういうのめっちゃいいなと思って、相棒としてお迎えしたのがこのバッグだったりしておりまして、やっぱりだから私こういう作りの凝ったものとか、整ったものとかがめちゃめちゃ大好きなんですよね。なので、クローゼットに綺麗に見えるように展示して、ニヤニヤするっていうのが、一つの楽しみなんですけど、いや、昔もね、お洋服大好きで、それはたくさん買って、クローゼットにいっぱい詰めてたんですけども、あの時は本当にクローゼットがパンパンで、こんなにお洋服を眺めてめでるみたいな余白が全くなくて、それを思うと今のクローゼットって本当に最小限で自分の好きなものをめでられる空間になっているので、これはもう本当に偏愛したい私のまだ途中地点ではあるとは思いますけども、もうゴールに近い形態なのかなって思ってたりはちょっとしております。あと私が最近、服飾系、服とかを買うときにポイントにするところがもう一つあって、経年劣化を楽しめそうな服とか。これはマルジェラのデニムなんですけど、このマルジェラのデニム、めちゃめちゃ色落ちするんですよね。本当にワンシーズンに2回、3回ぐらい私多分手洗いしてるんですけど、めちゃめちゃ色落ちしてて、最初はインディゴで色もっと濃かったはずなんですけど、結構色落ちしておりましてですね。でもそれも含めてお洋服と一緒に楽しんでるみたいな感覚になるので、そういう服も好きだったりしておりますね。私の人生と共に歩む服みたいな感じでしょうか。そんなこんなで、このお洋服一つ一つをですね、話し出すと永遠と話してられそうなぐらい一つ一つの服に意味を持って買うようにはしてるんですけども、でも本当に感情的に買ってしまう服というのもありまして、それが私コレクション服で、実はこのメインクローゼットスペースではなく玄関前のクローゼット押し入れに、コレクションしてる服もあるんですよね。それが今回サムネにもおそらく使用してるであろうドレスだったりするわけなんですけども、これはですね、もう私が東京来て初めてお洋服買うために並んだぐらいめちゃめちゃ欲しいなと思って買いに行ったドレスなんですよね。でも実際問題、じゃあこのドレスいつ着ようとか、そういうのも何も考えずに購入はしてしまっておりまして、それくらい本当にもう手元でめでたいお洋服と言いますか、もう家宝にしたいぐらいの勢いで買ったのがこのドレスなんですよね。いやー、とっても美しいです。もうご飯何杯でも食べれちゃいますよね。で基本的にこうやって衝動的に増やしてしまうコレクションのお洋服は、ドレスライクな服が多くて、大体豆のお洋服とかが多かったりするわけなんですけども、でも一応数は決めていて、10着以内にする。で、今多分5着ぐらいしかないので、まだ増やす余地があるということでですね、私はこうやってお洋服を買ってニヤニヤしているわけなんですけれども、とはいえこういうドレスなかなか着る機会がなくて、私ほぼ引きこもりで生活してるので、お部屋で仕事することも多いので、という感じなんですけども、それでも増えてしまうのが好きなものという感じですよね。で、そんな感じなんですけども、最近、ぬいぐるみがたくさん増えております。で、前回動画でお見せしたこの秘密のスペース。この秘密のスペース、ここは本当に私がポケモンセンターに行くたびに気になった子を持って帰ってたみたいな、好きなポケモンをね見つけたら、いない時もあるのでね、いたら本当に買って帰るみたいな感じでやってたら、ちょっとついうっかり増えちゃったエリアでもう基本はぬいぐるみはポケモンフィットだけにしようって思ってたんですけども、時々ですね、めちゃめちゃ可愛いぬいぐるみが販売されてしまうので、買ってしまうっていうこともありまして、で、これはなので私的にはカテゴライズ的には、こっちは本当にちょくちょく増えても
許されるというか、このスペースに入るならなんか許されるみたいな感じで思ってるんですけど、この辺は本当にこう突発的に買いたくなっちゃう子たちなので、こういうぬいぐるみたちはコレクション棚を一つまた増やしておりまして、これも洋服と一緒で玄関前のスペースにコレクション棚を作って置いてます。で、サンダースくんはね、今私のキッチンスペースに生活空間におりますけども、それ以外の子に関してはコレクション棚に入れて、でそれもコレクション棚を超えないように、増えすぎないようには一応しているんですけども、ただね、ちょっとポケモンのぬいぐるみに関しては言語化して買うみたいなことが結構難しくて、なんかこうお洋服とかだと着るシーンとか自分の日常生活とかライフスタイルに合わせていかに必要かを自分の中で整理して言語化して買えるんですけど、さすがになんかポケモンのぬいぐるみはそこまでできてなくて、なのでこれは多分私がまだハマりたてだからの発展途上だからどんどん増やしてしまってるみたいなのはありましてですね。なのでね、ちょっとぬいぐるみが最近増えすぎそうで怖いんですよね。現にめちゃめちゃ増えてますからね。このポケモンフィットだけじゃなくて定期的に出るこの可愛いぬいぐるみたち、こういうのがちょっと落とし穴でして、なので本邦初公開ということでコレクション棚を玄関前から持ってきました。このぬいぐるみたちのコレクション棚、ちょっとブイズちゃんですね、思いのほかぬいぐるみが大きくてちょっとぎゅうぎゅうになっちゃってて申し訳ないなと思いつつ、でもちょっとほこりかぶらないようにしたいのでちょっとここに入ってもらってるんですけども、こんな感じでね、いつもは入ってもらってて、これがねめっちゃ可愛いんですよね。本当に可愛い。なんか最初はこのシリーズサンダースだけ買おうかなと思って見に行ったんですよね、お店に。見に行ったら思いのほか、あれブースターも可愛い、EV も可愛い、じゃあシャワーズも買わないといけないよねってなって、そうなったらもう全員買わなきゃいけないんじゃないのって思って全員レジに持っていくっていうことをしたぬいぐるみたち。そんな感じで可愛いが暴走してたくさん買ってしまったりしているんですけども、でもこう増やしちゃうからこそ置く場所は決めてるみたいな感じで部屋をごちゃごちゃしないように、しているみたいなのが今の私ですね。で、もう一個お見せすると、こちらの棚。いや、これもめちゃめちゃ可愛くてですね。電気ネズミさんとカエリュウの棚ですね。可愛い。本当に可愛いんですよ。でもね、これ以上増やせないから今どうしようかなって思ってますね。このなんかこうちっちゃいマスコット系ついつい増やしちゃうんですよね。このサイズ感がちょうどよくて。でね、この子とかほんと可愛いんですよね。めちゃめちゃ可愛い。臆病なピカチュウ。本当に可愛い。みたいな感じで、本当に自分のこう、推しのキャラクターじゃなくても、可愛い子が出ちゃうと買っちゃうみたいなので、実はこの下にもいろいろいるんですけども、ちょっとまだ整頓が終わってないので、またいつかご紹介しようかなと思いつつ、でもね、ついつい増やしちゃうんですよね。っていう感じになっておりまして、ただ、私こういう静けさのあるミニマムの部屋の空間は維持したいので、こう、出さないものに関しては、もうコレクション棚として、クローゼットに置いておくみたいな感じで、増やしてもいいけど物の定位置は決めて増やしすぎないようにしてるっていうのが最近ですね。こうやってね、部屋に出しててもね、可愛いんだと思うんですけど、ちょっと賑やかになりすぎちゃうので、やっぱり部屋に置く子たちは数を決めておきたいなというのが私のお部屋でございます。今日もカラカラちゃんが可愛いです。だから私基本的にはコレクション体質なんですよね。自分の心が動くものがあると手元でめでたくなってしまう。そういう意味だと私がどうしても増やしてしまうもの、ジュエリーもありますね。ジュエリーに関しては買って増やしてしまうというより、自分でもう好きすぎて作ってしまうというのが正しいんですけれども、この辺はだから私が
10年間かけて作ってきたジュエリーたちですね。自分でデザイン画を描いて、その時の思考とか込めたい言葉とかを含めて作っているのがこのジュエリーたちなので、だからやっぱり私本当に好きなものをこうやってめでたくなってしまう体質というのは多分昔からずっとある気がしております。で、最近ようやく新しいジュエリーが完成しまして、このジュエリーなんですけど、これがですね、結び目のデザインをしておりまして、加納結びと呼ばれる伝統的なデザインをモチーフにしておりまして、で、その上に星の缶、ちょっと星をいっぱい散りばめたデザインにしておりましてですね、それを作ったのも私が今めちゃめちゃ縁結びをしたくて、仕事も人間関係も恋愛も全部縁結びをしたいみたいな気持ちがめちゃめちゃありまして、で作ったのがこのネックレスなんですよね。もう私の願望が詰まったネックレスと言いますか。なので私はこのネックレスをつけて神社に行きたい、願掛けをしたいというのが最近の目標でございます。いやー、おすすめの神社があれば教えてください。というわけで本日は私がついつい増やしてしまう好きなもの、めでているものについてゆるっと動画でお届けしてみました。こちらの動画少しでもお楽しみいただいておりましたらチャンネル登録、高評価お待ちしております。そして私の、ついつい増やしてしまうジュエリーたちですけども、このジュエリーたちは動画が公開してから数日間、3日4日ぐらいですかね、だけ公開して受注制作受けたまわろうかなと思っておりますので、よろしければ概要欄の URL からご覧いただければ幸いでございます。ちょっとこれもね、シルバー925という素材に異変が起きていますっていうお話からの今の制作体制なんですけど、本当にちょっと日本のジュエリー生産量1位の山梨県の、甲府ジュエリーで純日本製でやっているので、たくさん作れないという過程も含めて、そんな感じでやっておりまして、よろしければご覧いただければ幸いでございます。そんなこんなで動画をお届けしたんですけども、やっぱり自分の好きなものについて喋ってる方が楽しいですね。なんか最近Vlog 風で動画撮ったりとかもしていろいろ実験してたんですけども、やっぱりなんか好きなもの喋ってる方が楽しいなぁなんて改めて思ったりしたので、そんな感じでゆるっとまた動画をお届けしていきたいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。